にちは。今回はロックは淑女のたしなみでして第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なぜバナナがラッキースケベおっぱいどえこういうところが虫奉行作者だな。ティナちゃんのファンになりました。おっぱいがなければ即死だった。いい体してんじゃん。補正下着すげえ。隠れ巨乳だった。ボーイッシュキャラが実は巨乳。これなんてエロゲ。よし、俺はティナちゃんを押す。バナナも胸もおかしいよ。ボーイッシュな僕っ子が最近膨らんできたお乳に悩んでる。俺の大好物じゃん。でかい。でかすぎる。父って本当に折りたためるの？ほら IS にいただろ。どう考えても男装には無理があるって父を補正下着に押し込んでたザーさんが。キーボードはピアノとは似て非なる楽器だぞ。キーボード弾けるからとピアノもならあれだけど、ピアノ弾けるなら弾けるとは言っていない。キーボードもいけるんじゃない。弾いた音の波形でピアノから入ったかエレクトーンやシーセから入ったかわかるってジェラルドのキーボードが言ってた。主人公以外みんなおまるぱいでかい。とゆかりりさが全体的にちっちゃい。劇中でも他キャラに指摘されるくらいは小柄。やはり幼少期の栄養が。育ちが胸と身長に出る世界観なのか。幼少期からの食環境、栄養状態が個体サイズに反映されるカブトムシ理論。バトル形式ってなんやねん。勝手に決めんな。ベースおらんのにギター2人もいらんやろ。ユリトライアングル。実はキーボードうまいってオチ。まずは自信持って弾けってことだろ。ギター2人バンドになるのか。2週間後。タイバンは頭部が破壊された方が負けなのかな。最終回あたりでエンディングをこのバンドに変えるのかな。とりあえずメンバーは揃ったか。今週オープニングなかったな。つまり他のバンドを相手にライブ形式で音バトルするってことで OK。 一気にメンバー集まったな。これで全員揃ったのか。エンディングのキーボードのおっぱいは副会長だったのか。まつげが白いのに黒のアイラインがっつり引いてるキャラって珍しいな。ツインギターのバンドになる流れなのか。ベースいないけど。エンディング枝と白がベースになってるからベース転向展開っぽい。もしかしてベースってギターの落ちこぼれがやってんの？はい。おい全国のベーシストに謝れ。違うよ。バンド組むからお前ベースなって言われた人がやるのがベース。意外とあっさりレギュラーキャラが揃うんだな。もっと後だと思った。一人だけぺたんこなのか。せっかく軽音やぼっちでロックのイメージが良くなったのに。ガールズバンドくらい定期。ガルクラでロックのイメージは良くなりましたか。バンドはディスるものってバンドリがずっとやってるからどうにもならない。誰がボーカルやんの？インストバンドなので。急に全員揃えてきたな。アーフィンガーピッキングだったのはベース転向する伏線か。エレキのフィンガーピッキングって親指でだけどスラックとは異なる当て方やん。お嬢様学校だからパイプオルガンを少々とかないのかしら。さすがに自宅にパイプオルガンはハープなら。一気に全員揃った。他校だけどバンド組むのか。部活じゃないしな。おっぱいの締め付けと自身のなさを取り払えば上手くなるんだろう。タモリ曰くロックが革新さや進歩を求める前向きの音楽ならジャズは古臭く変わるまいと後ろ向きに止まった音楽。俺はジャズが好きとのこと。タモさんはジャズトランペットの名手。まあロックはもう進歩を止めてるけどね。今はボカロ出身の音楽が席巻してるけど次は何だろうね。見バレが嫌なら覆面かぶるのが一番なんじゃ。確かに狼とかかぶれば。今期の TBS 系は当たりしかないね。ギターポジションの奪い合いか。てっきり大学生かと思った。まつげの印象強い。いきなり対バンってギター2人でどうするの。ギターボーカルとのツインギターはよくあるやん。ツインギターはいいとしてベースがいない。あのギターがベースやる感じかな。まあこんなわかりやすいツインって見間違えるわけないよな。
やはり覆面でもしてやるべきだったな。段ボールが良いと思います。お嬢様が全員楽器が得意ではなかった。あんな巨乳の絵が出てくるなんて、この作品じゃ珍しい。ほぼ唯一のお色気シーンだったな。自分は望まないのにおっぱいが大きくて最高だ。デカパイ王子様をメス落ちさせて、これはキラキラ決めた顔ですわ。王子はキラキラしたいんだから、そのうち覚醒するでしょう。にゃんたん。マジレスすると鬱屈抱えた女子高生が自己表現でストレス発散するアニメだから、テーマ的にはジークアックスと似てるっちゃ似てる。目まぐるしい急展開だからのエンディング。今期はキラキラに目がない奴らばかりだ。リリサ、ずっと面白い女だった。関根さんの演技もおもろ。メンバー揃って本番ですわ。モーティスみたいな子がここにも出てきてて笑ったわ。劇中か。音羽さんのカッコめっちゃ H なんよな。伊勢ミティナの破壊力えぐい。ついに4人揃った。思っていたのと違う方向から可愛い生命体に殴られた。ついにメイン4人が揃った。ティナ様のギャップがやっぱり良い。エンディング映像のメンバー揃ったけど、このメンバーでやれるんか。ついに4人揃いましたが、ここからどうバンドメンバーに収束するのか想像がつかない。特に黒のお姉さんがベースに転向するとかなんて。今彼 VS 元彼の音羽争奪戦は熱い。面白くなってきやがった。ティナ様と白谷の声が原作通りでありがたい。アニメは構成と広げ方がうまくて感心してしまいます。新メンバーのティナさんとシロさん、あの狂犬2人に混じるのどんなやべえやつらかと思ったら、ティナさんはあまりにまともすぎる。猫かぶってる風でもないし、あの2人についていけるのか。ピアノのないわけでもないみたいだし、シロさんはすごいでギタリストなのにベース転向させるのか。新メンバー加入エピソードを2人同時にこなしていくテンポのいい展開が良きですね。リリサちゃんと音羽ちゃん、2人の中に入り込む女の子2人でもう修羅場の予感しかしないのです。これぞまさにロックです。ありがとうございます。笑い。新メンバーのティナ王子、裏の顔もロック素人なのはリリサたちと違ってむしろ新鮮でした。どうロックに染まっていくのか、いつ目が変わるのか、変化の様子が楽しみです。それにしても優等生ほど2つの顔があり驚きですね。しかしまあ、思った以上にタコイキャラが出てきたな。ティナの完璧さは自分がないゆえであり、それを変えるためにロックを求めるというのはある意味直球か。一方の玉木の演奏を見ても揺るがなかった音羽の心が気になるところではある。リリサに自分のないものを感じて、理想の自分を演じてばかりな器用な自分を変えたいティナ。過去への嫉妬とも受け取れる発言とともに、本気のロックを再出発しようとする玉木。バンドをやる動機が異なる4人が集まり、来週は大きな転換点になりそうやね。リリサ、お嬢様としてもギター奏者としても追い詰められてる。マーバンドになって対バンのバトルになるんだろうけど、そこまでの童貞が楽しみだわ。何気に今期で一番好きな作品になってる。中指。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。